はい、ミドルキングダムの和樹です。前回この動画で中国に行くのは絶対に知っておくべき3つのことを紹介しました。で、今回の動画では絶対に知っておかなくても大丈夫なんですけど、でも知っておくと便利な、で問題も避けられる、そんな知識を紹介していこうと思います。こういう感じです。はい。でどれもすごく重要なので、ぜひ中国に行く方は参考にしてみてください。で、前回の動画をまだ見てない方は、そっちと合わせて見てもらえればなと思います。一つ目、治安は問題ない。中国のイメージとして、危なそうだなとか、怖いなっていうふうに思う人がいるかもしれないんですけど、中国の治安はすごく安全です。で自分自身中国にいて、怖いなって思ったこともないですし、夜道を一人歩いてても基本的に大丈夫です。あと日本人としても特に問題ないと思います。どういうことかっていうと、反日感情っていうものが一定程度やっぱりあるんですけど、日本人個人が問題になるっていうことはほぼありません。自分自身も日本人だからっていうことで何か嫌な体験をしたことは全くないですし、むしろ日本人っていうことで歓迎されることの方が多かったと思います。ただ人によってはなんか反日的なことをされたっていう人はたまにいますし、あとは反日機運が高まる日とか場所っていうものには適宜気をつける必要っていうものがあります。2つ目、英語は通じない。中国ではもうほぼ英語は通じないと思った方がいいと思います。一部の高級ホテルとか、あとエリートビジネスマン、あと学生なんかは英語を話したりするんですけど、街中で英語を話す分にはほぼ通じません。大体日本と同じぐらいな感じかなと思いますけど、ほとんど英語は通じないと思います。むしろみんなガンガン中国語で話しかけてきますね。こっちが英語で話しても中国語で返してくるし、こっちが何も話してなくても中国語で返してきたりとかします。中国って多民族国家なんで、日本人だと特に見た目も似てるってこともあって、中国人と思われて中国語を話してくるっていうのがあります。なので中国語を話せない人っていうのは翻訳アプリとか、あとは指差しの会話帳みたいなのあると思うんですけど、そういうものを持っておくと便利だと思います。ただこっちの動画でも紹介したんですけど、中国ってネット検閲があるので、例えば Google 翻訳とかを使おうとすると VPN がないと使えないので、 VPN は絶対に入れておくようにしてください。これ本当にすごく重要です。ちなみに、上海とかの観光地で日本語を話してくる人がいるかもしれないんですけど、そういう人は逆に日本人観光客とか日本人を狙ったぼったくりかもしれないので、一応気をつけた方がいいかなと思います。ただ学生とか若者で実際に日本の文化に興味があって、日本語をすごく勉強してて話せるっていう人は結構いたりするので、そういう可能性もあったりしますよね。自分の場合は新疆のウルムチで日本の女子高生の制服を着た日本語を話せる学生に会ったことがあって、すごくびっくりしたっていうのがありました。3つ目、ビザはいらない。日本っていうのはすごくラッキーで、中国に行くのにビザがいらないんですよ。で、これって世界中で本当に少しの国だけなんですけど、ビザがいらなくて、日本人は中国に行くのに15日間以内の滞在であればビザがいりません。ただ駐在で行く人とか、あるいは留学する人なんかはビザを取ると思うんですけど、それ以外の観光とか、あるいはトランジット、そんなんで行く人はビザがいりません。4つ目、食事は問題ない。こういう項目を立てること自体すごく失礼でどうかなと思ったんですけど、心配する人もいるかなと思ったので言っておくと、中国の食事に問題は基本的にないと思います。はい。高いお店から安いお店まで、どこもすごく食事が美味しいと思います。ただ強いて言えば、今ってすごく減ったんですけど、路上にあるリヤカーみたいな、屋台みたいなお店があるんですけど、そういうところは気をつけた方がいいとかっていうことは言ったりします。ただ自分の場合は、それはそれで美味しくて、特に問題はなかった印象なんですけど、衛生面とか気にする人は一応避けておけば無難かなと思います。あとそうとはいえ、その中国の食事が気になるとか、あとは日本食がやっぱり食べたいっていう方がいれば、北京とか上海、深セン、広州とかの大都市であれば、日系のレストランもすごく今は多いです。あとコンビニもすごく多いですね。
例えば吉野家とかすき家とかサイゼリヤとかスシローとか挙げたらキリがないんですけど、いっぱい日系のレストランっていうのはあります。特に上海はすごく日系のレストランが多いです。あとコンビニで言うとセブンイレブンとかファミリーマートとか、あとローソンとかそういうのがあったりします。あと日系レストランじゃないけど現地の人とかがやってる日本食のレストランなんかもすごく多いので、自分も結構北京で日本食レストランなんか行ったりしましたけど、普通に美味しいところも多いので、そういう選択肢もあったりします。あとその他外資系のレストランなんかも結構あるので、大都市の場合はそんなに困らないのかなと思いますね。ただ中国の食事も普通に美味しいので、普通に中国で食事していいんじゃないかなと思います。自分の特におすすめは新疆ウイグル自治区の新疆料理っていうのがあるんですけど、それの羊肉の串とかそういうのがすごく美味しいですね。北京ダックも美味しいし、他にも美味しいものいっぱいあります。ぜひ食べてみてください。5つ目、撮影禁止、立ち入り禁止に気をつける。中国で特に心配されるのがスパイのニュースとかってあるじゃないですか。そういうのをちょっと怖いとかっていうふうに気にする人がいるかもしれないんですけど、基本的にもちろん普通の人は大丈夫です。ただ気をつけなきゃいけないのは、その軍事施設とか、あるいは警察関係の施設とか、街中の警察とか、そういう人たちなんかを撮影したりとか、そういうところに近づいたりっていうことはしない方がいいと思います。変な意図がないとしても、よくわかんないトラブルに巻き込まれる可能性もあるので、そういうのを気をつけていればいいと思います。で、気をつけていれば基本的に何の問題も起きないので、それが重要だと思います。あと空港とか地下鉄とかのインフラ施設なんかも撮影しない方がいいとかっていう人がいるかもしれないんですけど、自分の今までの経験上は特に何の問題もないですし、普通に観光客として撮る分では何の問題もないと思います。6つ目、大気汚染に気をつける。中国の大気汚染ってすごく良くなってきたんですけど、まだ都市とか時期によっては大気汚染がひどくなるっていうことがあります。なので念のため大気汚染に気をつけておく必要があるんですけど、そのために2つ方法があります。1つ目はしっかりとしたマスクを持っておくことです。大気汚染がひどい場合ってもう喘息とかそういうのある人は特にしんどいと思いますし、あと普通の人でもすごく大気汚染がひどいとかなりしんどくなったりすることがあります。自分の場合は北京で空気質指数っていうのがAPI っていうのが400超えでかなり悪かった時あるんですけど、もうその時は急に高熱と、体の痛みと倦怠感で寝込んじゃったことがあって、そういう風に体調に影響することがあったりします。でいつもつける必要はないんですけど、大気汚染が悪かった時にマスクがあるといいと思います。で、そのしっかりとしたマスクっていうのはどんなマスクかってことなんですけど、その日本で普通につけるようなマスクではなくて、こういうマスクですね。基本的にガチマスクですね。こういうやつですね。これN95 っていうすごく優秀なマスクなんですけど、こういう風につけるガチマスクですね。めちゃくちゃ密閉性があるこういうマスクになってます。大気汚染がひどい時はこういうマスクをつけてないとあんまり意味がないので、こういうマスクがあったらいいと思います。ただ日本で薬局とかでこんなマスクなかなか買えないと思うので、買う方法としてはネットで買うっていうのはありますし、あとは日本で買えなかったとしても中国に行ったらスーパーとか薬局でこういうのは売っているので買うといいと思います。これでもいいなと思うんですけど KN95 こっち系のマスクがあるといいと思います。2つ目の方法は大気汚染の状況を調べるっていうことです。その中国に行った時に新しくできる習慣が、毎日朝起きたら外に出かける前に北京空気とかっていう風に調べるんですよね。で調べると大気質指数っていうその AQI っていうので、その日の空気の状態っていうものを見ることができます。でこの数値を見て今日は大気汚染が悪いとか悪くないっていうのを目安にすることができます。でどういう基準になってるかっていうと、例えばこういう感じです。100を超えてくると悪いかなっていう印象で、目安としては大気汚染のその指数が100を超えてきたらマスクをつけた方がいいのかなっていうふうに思います。でそれが200とか300とか400ってなってくるともうめちゃくちゃ悪いですね。最近の、北京とかであると大気汚染がかなり改善してきているので、そこまで行くことは少ないとは思うんですけど、念のため対策はしておいた方がいいと思います。ただ中国に長くいる人っていうのは結構もう慣れてきちゃって100とかだとなかなかマスクをつけなかったりするんですけど、気になる人は100以上とかでマスクをつけるといいのかなと思います。なので大気汚染に気をつける方法っていうのは
しっかりとしたマスクを持つっていうのと、大気汚染の状況を調べるっていうこの2つです。これで大気汚染に気をつけた方がいいと思います。7つ目、反日関連の日と繁忙期に気をつける。中国と日本の間には、過去に戦争の歴史があったっていうことから、今の中国でも過去の戦争に関連する記念日っていうのは結構残ってます。で、そういう日っていうのは、記念式典が開かれたりとか、日本に対する感情が、ちょっと反日感情が高まりやすい日だったりするので、そういう日は一応気をつけた方がいいのかなっていうふうに思います。ただ実際は、だからといってなんか問題があるわけじゃないんですけど、念のため、気持ちとして気をつけとくっていうイメージです。特に気をつけた方がいいのかなと思う記念日はここら辺です。どれも日中戦争とか過去の歴史において重要な日ですけど、そういう日は記念式典が開かれているので、一応気をつけるっていうのはあるかなと思います。ただ例えば自分は12月13日に南京を巡ってきたことがありますけど、でいろんな話を聞いてきたことありますけど、別に日本人だからといって何かがあるわけではなくて、ただ単にそういう日なので念のために気をつけるのかなっていうふうに思います。でここに挙げてる以外にも、地域特有の記念日とかあったりするので、そういうのには念のため気をつけた方がいいのかなと思います。例えば重慶爆撃があった日とか、そういうので記念式典とか行われたりするので気をつけた方がいいのかなと思います。あとはですね、繁忙期ですね。繁忙期に気をつけるっていうのはもっとめちゃくちゃ重要で、中国の繁忙期、観光シーズンっていうのは、もう殺人的に混むので、観光とかをしようと思っている人は特に絶対に避けた方がいいと思いますね。で特に重要なのはここら辺です。この3つの中でも、春節と国慶節っていうのが圧倒的に混みます。1週間程度休みがあるんですけど、この間はホテルの確保が難しくなったりとか、鉄道とか交通手段のチケットが取れないとか、そういうことはあったりしますし、あと観光地はもう人で埋まるみたいな感じになるので、全然なんか楽しめないんですよ。大変なんで、人が多すぎて。なので、繁忙期、そしてさっき紹介した反日の時、こういうのにはある程度気をつけた方がいいのかなと思います。8つ目、トイレに気をつける。日本はトイレがすごく綺麗なんで、海外に行けばどこでも日本に比べたらトイレが綺麗じゃないなっていうふうに思うことあるかもなんですけど、中国はトイレはあんまり綺麗な方ではないんですよね。知ってるかもしれないんですけど、はい。なので大都市の綺麗なお店とか、あるいはショッピングモールとか、ホテルなんかだと、綺麗なホテルなんかも結構最近だとあるんですけど、それ以外のちょっと田舎町とか、公衆トイレとかだと、トイレが汚いっていうことは結構あったりします。なのでトイレは外で極力しないようにするとか、あるいはどうしてもしたかったら、トイレが綺麗そうなお店に行くとか、そういう工夫はしたらいいかもしれません。気にする方は。トイレ本当に汚いところはあって、今自分この目を閉じれば、すぐ思い出せるトイレが何個かあって、鮮明に思い出せますね。このトイレが。本当に汚くて忘れられないんですけど、はい、いい思い出ではあるんですけど。で、中国のトイレはティッシュがないことが多いので、トイレットペーパーを持っておいた方がいいと思います。あとニーハオトイレってやつなんですけど、壁がほぼなくて、便座が並んでるみたいな、ね、いわゆるニーハオトイレ。トイレ入ったら他の人がトイレしてて、ニーハオみたいな、そういうトイレなんですけど、ニーハオトイレっていうのは今まではすごく少ない方かなと思います。なので基本的に大都市では見ることはない方なんですけど、あったりしたら、普通の人は使えないとなかなか思うので、気をつけるのかなと思います。ちなみに北京の中心部に実は公衆トイレでニーハオトイレあります。はい。気になる方はぜひ探してみてください。はい、9つ目、ぼったくりに気をつける。中国、自分すごく旅してて、中国がすごく安全ってことは知ってるんですけど、ただ大都市とか観光地には観光客とか外国人を狙ったぼったくりがいることはたまにあります。特にあるのはタクシーかなと思いますね。タクシーって中国はタクシーらしいタクシーであればちゃんとメーターを使ってくれるんですけど、場合によってはメーターを使わないって言われたりすることがあるので、その場合は交渉が必要になったりするんですけど、そういう人はちょっと微妙なので、使わない方がいいのかなと思います。あと可能であればディディっていう、日本でも最近使えたりすると思うんですけど、ライドシェアのアプリがあって、そういうのを使った方が正確に目的地にも行けるし、料金もここで支払いがしたりできるので安全かなと思います。またタクシーは基本的にしっかりとメーターを使ってくれて安全なのが最近では多い印象です。
あとうざいのは、そのタクシーではないけどタクシー業務をしてる黒い車って書いて、ヘイチューって呼ばれるタクシー、日本でいう白タクみたいなタクシーがあるんですけど、そういう人たちは基本的にすごくボローとしてくるので、気をつけた方がいいと思います。で、そのタクシーの見分け方は、タクシーの外観をしてないんだけど、空車のサインがあったりとかして、タクシーみたいな業務をやってるように見えるような車があって、そういう車は気をつけた方がいいと思います。基本的にすごくぼってくる印象です。あと観光地だと、お土産屋とかでぼったくりをしようとしてくる人もいたりするので、念のため気をつけた方がいいと思います。ただ、そういう人はすごく少ない印象ではありますね。自分の経験では。10個目、各種検査に気をつける。検査何かっていうとなんですけど、中国って身分証明書のチェックと荷物検査、これがすごく多くあります。なので、身分証明書、外国人の場合はパスポートになると思うので、パスポートは基本的に持ち歩いてた方が無難です。ホテルはもちろんですけど、例えば高速鉄道でどこかに移動するとか、あるいはバスに乗ってある程度の距離移動するとか、長距離移動ですね、どっちかというと。そういう時に、もう絶対にチケットとパスポートっていうものを中国で確認するので、パスポートっていうのはしっかり持ち歩いていた方が無難だと思います。例えば上海に泊まって、じゃあ蘇州に日帰りで旅行に行こうとかみたいなことも人によってあると思うんですけど、そういう時に駅に行った時にパスポートがないと列車に乗れないっていうことが起きちゃったりするので、パスポートはしっかりと持ち歩くようにした方がいいと思います。あとは荷物検査がすごく多いですね。空港はもちろんそうですけど、地下鉄に乗るときとかでも毎回荷物検査をして、で液体の場合は液体の検査なんかもあったりするので面倒なんですけど、慣れるしかないのかなっていう感じです。ただ旅行の時って自分の場合だとお湯七つ道具とかって持ち歩いたりとかして使ったりするんですけど、中国の場合は絶対に持ってってなくて、なんでかっていうと、そういう荷物検査があるたびに、こういうのが問題になって取り上げられちゃったりするので、トラブルになりそうなものなんかはあんまり持ち歩かない方がいいのかなと思います。11個目、中国スタイルになれる。これは郷に行っては郷に従い、ルーシャンスウェスっていうやつなんですけど、さっき荷物検査が多いっていう風に言ったんですけど、監視カメラもすごく多いです。で、フェンス、街中のフェンスがね、めちゃくちゃ多いです。これはすごくうざいんですよ。監視カメラはどっちでもいいというか、どこに行っても監視カメラがいっぱいあります。で、それをすごく違和感を感じる人っていうのはいるかもしれないんですけど、それが中国だということで慣れるしかないっていうのがあります。で、フェンスっていうのは、中国で街中の道路沿いとかに、歩道沿いとかに、めちゃくちゃ鉄のフェンスが並んでるんですよ。なんでかっていうと、そういうのはないと、どこでも人が渡っちゃって、危ないとか、カオスになっちゃうっていうのもあって、多分フェンスが置かれてるんですけど、あるいはその治安上の理由とかで、フェンスが置かれてるんですけど、もうずっと鉄のフェンスが並んでて、交差点を渡るためにすごく遠回りしなきゃいけないとかっていう風に、面倒で、さすが万里の長城を作った国だなと思うんですけど、ただうざい鉄製のフェンス、これも慣れるしかないっていうのが中国さえになれるっていうことかなと思いますね。あと中国人ですけど、中国人ね、いい人いっぱいいますよ。すごくいい人いっぱいいる。優しい人もいっぱいいるし。ただ、中には、やっぱりマナーが悪い人、並ばないとか、めちゃくちゃぶつかってくるとか、うるさいとか、そういう人もいたりするので、それには慣れるしかないのかなと。中国にもいい人悪い人いるよねと。ただその中国の、よく言えば多様性というものになれる必要があるかなと思います。12個目。水は買う。中国では水道水を飲むのは普通ではなくて、基本的に飲料水をボトルで買います。ただ中国ってお湯を飲む文化があるので、いろんな場所、学校とかいろんな建物の中にお湯が出てくる機械が置いてあることが多いんですけど、そういうのは水筒とかにお湯を入れて飲むっていうのは別に大丈夫です。中国人の場合はそれでお湯を汲んでお茶を作ってとかして飲んでる人ってのはすごくいっぱいいます。あとはレストランの場合だとお湯であればタダで出てくることが多いんですけど、水を頼むと、冷たい水ですね。冷たい水を頼むとボトルで購入ってことになるので、そういう違いがあったりします。いずれにしても中国で水を飲みたければ水を買うっていうのが基本です。13個目、ビールは冷えたものを頼む。さっきも紹介したんですけど、中国って冷えたものを飲まないっていう習慣があるので、ビールであっても常温で出てくるっていう場合があります。レストランとかでは何も言わないで頼むと、本当に常温のビールが出てくることなんかあったりするので、確実に冷えたものが欲しい場合は、冷えたビールっていう風に注文すると確実で無難です。14個目、チップはいらない。
中国はチップの文化は日本と同じでないので、別にホテルとかレストランとかそういうところでチップは必要ありません。15個目、学生料金は使えない。中国の観光地とかって大人料金の他に学生料金っていうのは結構あったりします。で、学生料金あるんですけど、学生証を外国人が見せても基本的にその割引は適用されません。中国の学校で学んでいる外国人であっても基本的に認められないことの方が多いと思います。ただ場所によっては、あるいは人によっては学生割引をつけてくれることがあったりするので、一応ダメ元でも学生証っていうのを見せるといいと思います。中国の学校じゃなくて海外の学校、日本とか他の学校に行っている場合は、別に国際学生証っての作る意味はあんまなくて、別に彼らはそんな気にしないので、日本の学生証でもいいので見せてみて、使えれば学生料金で割引してもらうし、使えなければ普通に大人料金で払うっていう感じかなと思います。やっと15個紹介して終わりました。皆さん今回紹介した15のこと知っていましたでしょうか？絶対に知っておかなきゃいけないっていうことではないんですけど、知っておくと便利だったり、問題を避けられたりすることがあったりすると思うので、ぜひ参考にしてみてください。で、皆さんなりにもう今日紹介した点の中で、これはこうだよねとか、あるいはこの点も重要だよねってことがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。この動画が皆さんのコメントも含めて中国に行く人にとってすごく便利なものになったらいいなと思っています。自分もいろいろと勉強させてもらいたいので、ぜひいろいろと教えてください。お願いします。はい。じゃあこれで以上になります。ありがとうございました。大チェーン、お願いします。教えてください。で、こっちの絶対に知っておくべきことっていうのは本当に絶対に知っておいた方がいいので、ぜひ見てみてください。ありがとうございます。